どうもどうも、こんばんだ。皆さん、お久しぶりです。どうもどうも。元気してますか？生きてますか？どうもどうも。グローバルサーバーリリースまであと2週間というところまでやってまいりましたが、だいぶ長い。長いですね。ほんと。みんな何やってんの？まあ、そんなね、軽い感じでちょっとね、雑談しながらね、まあ、ちょっと、最近ね、ご無沙汰になりつつある立夏以外のことをね、ちょっとやりながらでも時間を過ごしていきましょうかね。いや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 、思った以上に長い、ほんと。よいしょ。まあ、そんなこんなでですね、まあ、スリバー自体にはちょこちょこインしてるんだけど、みんながね、あの、やってそうな時間帯に全然いないんでね、なんか捜索願い出たり、なんか失踪届が出されたり、なんかいろいろ裏でなんか変な動きがあったみたいなんですが、生きております。はい。生きてるんですね。実はですね、もともとね、告知してたけど、3月から少しね、あの活動の幅を広げたいと、まあ、昔からずっと言い続けてるんだけど、なかなかね、タイミングと、あとは、こう、何がやりたいと思った後に、実際必要なものが何かって調べたら、とてつもない費用がかかったり、いろいろこう、集めなきゃいけない、準備しなきゃいけないものがあってできなくて、ずーっと流れてきたことがね、やっと、ついに少しだけできるような感じになってきてて、まあ、その中の一つをね、3月くらいから始めたいなと言っては見たものの、ちょっとね、進捗が遅れてるみたいですね。はい。間に合うかどうかはちょっとわかんないです。けど一応3月中にはね、始められるとは思うんで、まあ最悪遅くても4月にはね、やっていこうかなと思っております。はい。まあそれは何かっていうのはね、まあお楽しみしていただければと思うんですが、まあ大体ね、そういうことをね、控えてると、パンダはね、ポロッとつい言っちゃうんでね。大体の人はもう、引いてる人もいるんだけど。まあ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 。ただね、本格的にやりたいものに関しては、まだね、ちょっといろいろね、なんていうのか、こう、個人的に準備しなきゃいけないもの以外に、いろいろ提携先を探さなきゃいけなかったりとか、どこで、どこで売り出すのとかね、売り出すって言っちゃったわ。まあ、いろいろね、何かしようと思った時に、どこでやるのかとか、どんな風にやるのかっていうものを考えたら、自分一人じゃなくて、第三者がいるわけだよね。そこがね、ちょっとね、まだ準備っていうか、折り合いがついてなくて、まあ、とりあえずは自分個人でできる分野から、ちょっとできるところからやろうと思っているので、そこはね、3月、遅くても4月1日からかな。3月の中途半端からやるくらいだったら4月1日からやった方がいいから、まあその辺で予定を合わせていきたいと思っておりますね。はい。で、3月に入ったら、こう、アスリバのね、グローバルサーバーというのが、おそらくね、その移行キャンペーンが適用される日数が3月6日って書いてあるから、まあ、3月6日なんでしょうね。なので、まあそこからね、当日に移行して、で、パンダが公認実況者になったのって、大体、ストーリー上を全部終わらせた後になっているから、その序盤のストーリーとかって、まあ多少はね、動画にも載せているんだけど、まあ我慢できずに配信以外のところもやっちゃってて、結構進んだ後にやっちゃったから、まあ、今回グローバルサーバー行ったら、まあ最初からね、まあみんなやってるけど、一度は見てるけど、最初のストーリー上から、まあどんな風に探索してたのかとか、そんなのをちょっと重点を置きながらやっていこうかなと思います。あ、アンセムさんいらっしゃい。こんばんは。こんばんはございます。こんばんはございます。新しい言葉出てきたぞ。なんだどこの言葉だ？こんばんはございます。おはようございますだけど、こんばんはございますってなんか、あれだね。いらっしゃい。まあ今日はね、ちょっと、グローバルサーバー始まるまでね、まあ2週間くらいっていうところまで迫ってきたんでね、
ちょっとみんなの安否確認というか、そういうのも兼ねて、まあ、あとはパンダの研究報告なども兼ねてね、やっていきたいと思います。なんか裏で創作願いが出てたみたいなんでね、パンダは生きておりますので。マネキンさんいらっしゃい。お疲れ様です。いらっしゃい。パンダはね、何回も言うけど生きております。はい。生存しております。あの、知らないところでたくさん創作願いとか、失踪届とかいろいろ出てるけど、生きております。実際、もともと住んでいる、お部屋の中にいますので、だいぶ人が減ったか、まあ、しゃあないと思う、これは。今減ってるのが、単純にもう、遊び場もういいや、違うゲームやろうって言った人と、グローバルサーバーに行くから、それまでの間、違うゲームやって待ってよっていうのもあるから、まあ全部が全部、完全に減ったとは言えないんだけど、まあ極端に言えば減ったよね。生存確認、そう、生存確認びっくりした俺も最初、生きてますかって来て、生きてるよ、つって。何してんですかって言ったから、まあ、新しい活動する準備を今してて、ちょっと忙しくて、なかなか配信とかできないから、まあ自分個人のことを遊び場インしてやってるだけかねって言ったら、ちょっとあまりにも見なすぎて、創作願い出しましたとか言って、みんなで創作願い SNS 上探し歩いてるんですけど、なかなか見つかりませんでしたって言われて。週末人集まんなくて諦めました。まあそうだろうね。そういうのもあって、今日やったのよ。月曜日週変わったから、新しいその週末チャレンジとか、まあ、チャレダンとか、チャレダンはまあいけるだろうけど、まあ、週末かな。まあ、そういうのを、まあ、パンダも全然やってないから、まあ、そういうのをやっていけるのかなと思って、つけてみたりしたんだけどね、結構ね、もうね、正直、持っていける素材とか、資源があるんだったら、みんな頑張るけど、今頑張ったところでっていうのがあって、やってる人がいないんだよ、そもそも。本当にいない。なんなら、中途半端にやっちゃうと、不完全燃焼というか、ここまでやったらやろうかなとか、みんなやってるからやればよかったなとか、なるくらいだったら、一切やらないって言って、完全に今、そればっか違うゲームで映ってる人いるし。中途半端にやっちゃうと、なんかね、ちょっとね、自分の中でこう不完全燃焼でモヤモヤしちゃうよね。ここまでやったんだったらやった方がいいんかなとか。そうそう。ただこの2週間で迫った段階で、まだ何の告知もないんだけど、一応3月6日から、移行キャンペーン課金した昇格の1.5倍とかが始まるっていう日時が出てるんだよね。でも、それと同時に、その移行日時については、追って、知らせますみたいな感じで濁してあるのよ。で、これが、ニューワールドってあるけど、その1個じゃなくて何個か複数出るの、日付をずらして出るのか、また、リリース日が決まってないのか3月1日からスタートなのか、3月6日からのスタートなのか悩んでるのか、まあ、キャンペーンだけやって移行できなかったらそもそも意味ないから、それは絶対ないとして、その辺がね、多分決まってないのかさ。だって3月6日にキャンペーン始めますって言ってんだったら、別に3月6日から移行できますでもいいじゃん。だって3月6日から移行キャンペーンを開始します。イコール、移行できなかったら、そのキャンペーン適用にならないんだから、多分それをあえて濁してるあたりがちょっとあるよね。だからまだ準備はしてたけど、いざ、移行となる時のその問題点とかが解決できなくて、ちょっと、今、あたふたしてんのかななんて思ったり。ばんは、いらっしゃい。思うでしょだって、その、いろいろこう暴動っていうかさ、不満が爆発しないように、その移行した方には、1.5倍還元できますよ。その期間は3月6日かからですよって教えてんのに、実際の移行できる日を教えないっておかしいじゃん。
パンダさんのサワーも写真見えない。写真見えない？何の写真？ごばさんいらっしゃい。バンパンダ。何の写真だい？飾ってある写真？俺ね、ついさっきインしたばっかりでさ、今起きてる現象何も知らないんだよね。何か不具合があったとしてもそれ全然把握できてないから。セムさんお仕事行ってらっしゃい。またね。ありがとう。こういうこと？映んないってことか。クラスターも写真も見れない。ほんとだ。見れないね。くるくるだわ。くるくる回ってる。なぜ？なぜ？なんで写真、これって今撮っても見れないんかな？アルバム入れて、あれ今撮ったのどこ？あれ今撮ったのどれよ？あれ時間順にしてんのに。このまま、死に様前にみんなやめる。いろんなとこに影響出てんだね。この影響何なんだろうな。データを移動する下準備でなんかカメラの方に影響出てんのかな。まあよくここに映んないようになったけど、押したら見れたもんね。このロード中じゃなくて、押したら見えたってのが今までの。なんかあんのかな？裏でやってんのかもね。バージョン違うな。こっちの日本サーバーじゃなくて、グロサバの方をなんかやってる兼ね合いで、こっちが自動的になんか変更されちゃって、見れなくなったとかあんのかな？でも、その割にはあれじゃない？みんな騒いでなくない？写真見れなくなったって、騒ぐ人がいないのか。騒ぐ人がいないのか、そもそも今。今までなんか、不具合出たらさ、みんなこれ不具合出てるよとか、こういう報告会みたいなのが結構あったじゃん？公式ディスコードとかでも。今、そういう面に気づいて教えてくれる人がいないってことか？全然上がってないよね。困っちゃうね。あと2週間なんだけどな。昨日の、自分のサーバーは昨日怒ってる人いっぱいいたの？まあでもやることがそうだよな。みんなで記念撮影したり、建築してなんかこう共有したりとか、写真重要だもんな。だからゲーム内に保存できなかったらあれだよな。まあ、直接スクショ撮って、まあスマホなりパソコンなりに保存して、ツイッターで共有するぐらいしか方法ないから、これはちょっとあれだな。かといって、これ今から言ったところで直してくれるかもちょっと怪しいけど。まあ今日はちょっとね、もうね、8時だからね、受付終わってるからあれだけど、聞いてみようか？多分誰か聞いてると思うけどな。俺全然知らんかった、これ。とりあえず、もうあと2週間のとこまで来てるけど、この2週間長えなっていう印象しかなくて今。
とりあえず、どれくらいの人がまだ、遊びは遊んでて、グローサバにどれくらいの人が行くのかなっていうのが、わかんなかったから、ちょっと、覗きに来たよ。長いよね。思った以上に長い。なんかこう、なんだろう、イベントとか間にあったら、それをやりながら気づいたら、まあ3月になって、なんか移行開始しますみたいな感じになるけど、やることがないから、とりあえず。まあ全くないのかって言われたら、まあ、やること自体はあるけど、まあグロサワに移行する予定の人にとっては、そのやることが全部、まあ、意味をなさないというかね。そのやるために使った時間と労力を何かの形で戻ってくるんだったら、まあやるだろうけど、多分今のところその発表がないから、最低のパス方針。みんな、みんな結構大変な状態なんだけどさ、俺のさ、月パス見て、これ。俺あと158日残ってるんよ。俺あと158日分あるんだけどさ、これさ、なんのとてもないまま減ってくんので。多分移行したら、これ移行した後もさ、日付減ってくよね。減らないのかなこれって。減るよね。1日ずつ。だから本人いないままカウントだけ減ってくみたいな。さすがに、グロサバ行ってさ、あっちでもやって、日本サーバーに残る人もいるから、その日本サーバーにもインしてってやるの結構大変だからさ、多分グロサバ行ったら多分グロサバなんだよな。きっと。もったいないよね。さすがに。結構ね、課金の遺産があるときにさ、月パスとさ、デイリーパックとかをめっちゃ買っちゃったんだよね。結構ね、なんか残るっぽいよ。結構見てると。ギルド単位で丸々残るとこもあるし、ギルドからこう、二つに分かれて、日本サーバーとグロサバーでなんか同じ名前で作るとかさ。まあちゃんとなんだろう、メンバーの話を聞いて残る人結構多かったから、じゃあギルマスも残りますって言って、残ってるとこもあるしね。問題は一つ。問題は一つ。なんだどこだ問題ありすぎて俺一つどころじゃないんだけどさ。俺イコールに対して問題一つどころじゃないから、どの一つだこれは。気になるな。気になるなって言って俺今気づいた。俺音楽流してなかったね。久々の配信すぎて、いろいろ忘れとる。これでいいや。グローサーバーのことグローバルサーバーのことです。いらっしゃいませ。3月、まあ、明確な日時が出てないから、一応3月に予定されているグローバルサーバー。健康サーバー、まあ、なくなりそうではあるけど、すぐではないよね。さすがにグローバルサーバー移行開始しましたって言って、移行にもやっぱり時間かかるから、みんなこう仕事があったり、学校があったりで、今日からいきなり何日までやってくださいってのないから、おそらく何ヶ月間、2、3ヶ月多分猶予置いて、なんかなくなりそう。な気配はある。課金者向こう行ったら日本サーバー詐集は時間の問題。まあ。でもなんかさ、ここ最近そのツイッターとかで見てると、その、まあ課金してる人の中でさ、やっぱりハイ課金っていうかめちゃくちゃする人と、微課金者って結構まとまってんだよね、ギルドに。
って結構大きいギルドが、まあ行くよって言ってる反面、残るギルドもあるから、まあそんな一気にめちゃくちゃ変わるかって言ったら、そこまで変わりはないと思う。けど、2個のサーバーを運営するってなったら、まあ話は変わってくるから、維持費とかさ、だから多分2個はやらないと思うんだよね。まあ初期は、移行期間は、まあやるにしても、メンテもアップでもない。なんなら情報開示も告知もない。そもそもこのゲーム知らない人が多いっていうこの現状を何の危機感も感じてない運営はちょっとやばいと思う。はい。あんま言いたくもないけど、これからグローバルサーバーをやって新規の方を多分引き入れたいなと思ってるっていうか、来るだろうっていうことで多分進めてるんだろうけど、ここまで何の告知もしないゲーム初めてなんよね。まあ最初はあったよ。最初はあったし、生配信とか放送の時も事前に初期のオープニングムービーが流れたりとかはしたけど、その、定期的にさ、まあ流すのお金かかるんだろうけどさ、何秒間とか何分とかで、まあ何万何十万とか広告って高いんだろうけど、でもやっぱりリリース始まって衰退っていうか停滞してきたら、イベントの時とかさ、大型アップデートの時って、やるもんじゃん。こういうアップデートがあるよ、ダーンダーンダーンみたいな。で、なんか、それで、アップデートあるんだっていう既存でちょっと因が落ち着いてきた人とか、全く知らない人たちに、こういうゲームあんのねっていう感じで見つけてもらって増えてくもんだと思うんだけど、新しい運営はせんと、確定したんかな。俺、それさ、なんか一回名前上がってたけどさ、その以降、決まりましたっていう決定たがないじゃん。その話がないじゃん。だよね。なんか一回なんか名前上がったけどさ、候補にいるのかなっていうのは一応出たけど、決まりましたっていうやつが、それ以降一切出てきてないから、あんだけさ、なんか取り上げられてるから、決まったら絶対出るんだよ。この間、獅子神様だった。おめでとう。獅子神様は当たりです。それ、獅子神様ってグロサバにいないんかな。なんか俺さ、パンダが連れていけるのに、獅子神様が連れていけないのが、そもそも存在しないのが、シード回復とか、よだめアップのバフが強すぎるから、序盤から使わないで欲しくていないのか、未だにわからないんだけど、わかる知る強いの強いよ。鹿さん強いぜ。今なんかシールド削られて、いつもなんか死にかけてるんであれば、鹿さん連れてったら勝手にシールド回復してくれるから、多分生存率上がるよ。それだけで。あとはね、どうしても突によってつくバフの効果があるから、まあ、3突、6突、6突じゃねえや。3と6まで重ねるかどうかでスキルが変わってくるからなんとも言えないけど、とりあえずシールドは回復してくれるから、最初から使ったら楽だね。だから、今、SSR のペットが、マックスでいると大体14体いるのかな。で、そのうち11体持ってると4体まで連れていけるから、まあ、その4体誰を連れてくのって言ったら、ヒットに上がるのが鹿さんなんだけど、鹿さん連れていけないから、レンジャーだかな。レンジャー。弱点よだめ15%つくから、序盤にいたらめっちゃ楽だよね。だからレンジャーを重ねるために4匹まで持ってって3にすんのか、4枠埋めるためにレンジャーと、たい焼きくんとか、出てくか、まあ、おのおの、ギリギリまで悩んでくれたまえ。持っていけない。そう、なんかね、鹿神様だけ除外されてる。なぜかわからんけど。まだ2週間あるからまた、そうね、変わってもいいかもしれんけど、それならちょっと今あたりから何かしらのさ、匂わせでもいいからしてほしいよね。
えって。そうそう。なんか、なぜかわからんけど、鹿神様だけ、その連れて行ける、そのペットの候補から除外されてんのよ。ただ最近出たパンダは連れて行けんのよ。なぜかわからんけど。それはわかりません。強すぎるから序盤から、多分強すぎる序盤からいてほしくないっていう理由だったら、レンジャーもそうよな。レンジャーのさ、弱点よだみ15%もさ、序盤からいたら強くない？まあ、使う武器によっては、まあ、活かしきれない武器もあるけど、弱点に当てる武器とかさ、まあ、スキルで弱点に必ず当たる武器もあるから、結構楽になりそうな気がするんだけど、まあ、鹿さんは強すぎだね。もう PVP も PVE もどっちも連れていけるで。耐久面に関しては一番じゃないかな。だからもし俺今んとこ予定としては、レンジャー、とりあえず4枠を埋めて、追加効果を発動させたいから、4枠全部連れていく予定なんだよね。レンジャーとタイヤくんと、あとゼウスニャンと、あとワンコ連れてく。それで4枠連れてって、で、鹿神様がもし、抹消されてなければ、そのうち来るだろうから、それまで永遠と貯め続ける。今回ね、そのパンダを、俺初めて合計9凸まで上げたんだよね。1箇所3の6の3かな。で、それで、だいたい1ヶ月間で、どんくらい溜まったっけな？ 700、800連分溜まったんだよね。もちろん現象青石で、毎日ちゃんと、お得3点セットか。買わなきゃいけないけど、買って探索して貯めたチケットを10枚を1枚にしてっていうのをずーっと永遠と繰り返して、それだけ貯まったから、それをどこにも使わないで貯めてったら、おそらく普通に1000、2000貯まると思うんだよ。で、現状欲しいペット4枠を最初から連れていけるんであれば、まあ突したいところを我慢して、鹿さんをゲットして、貫突なんかできた日にはもううわうわよね。だいたい運が良くて1600連ぐらいで貫突できるらしいから、まあその分よりもっと多く見積もって、まあ2000とかさ、貯めていって回せば、ちょっと日本サーバー的には絶対できなかったペット貫突が見えてくるからさ、まあそこまで我慢できるかどうかはわかんないけど、8体だったら3体じゃない？SSR だけだよ。SSR だけ。ああ、でも鹿さん含まれないのかな？でも鹿さん入るよね。連れていけないだけで、数には入るよな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14。やっぱ14だ。レンジャーも持っていった方がいい。レンジャー、まあ、持っていった方が俺は楽だと思うよ。いいか悪いかは、その人のさ、なんていうの、プレイスタイルというか、どの武器を使いたいかによって、その弱点のために活かせるんだったら絶対連れた方がいいと思うけど、別に、なんだ今だったら、うーん、弱点に活かせるやつ。序盤何使うかな？俺多分ファルコン使う予定でいるけど、序盤は。
なんか今現状使ってて強い武器って、序盤って強くないのよ。使い勝手は一緒だけど、ダメージが出るか出ないか当然、そのステータスが低いってのもあるんだけど、他のステータスが全部低いから、敵も弱いけど、そこまでね、実感できないと思うんだよね。ただ、真夜中とか、ソーラーとか、確実にスキルで弱点に当たるっていうものを使うんであれば、まあ15%上乗せされてるから、まあ序盤は楽よね。その分漏れるから敵も倒しやすいし、倒せるんだったら被弾も減るし、時間も短縮できるし、あとは、それを踏まえた上で他を上げていくのか、さらに盛るために弱点のために上げていくのかとか、その育成方法によって多分変わってくるから、まあ、別に俺モチベーションを上げるために自分の好きな可愛いペットでもいいと思うよ。俺本当はパンダ連れて行きたいんだけど、この攻撃単体のさ、アタッカー枠が被っちゃうから、あえてレンジャーにして。パンダさん採用ならした。パンダ連れてけよってなんか思われがちだけどね。なんか、このパンダさんさ、あの、でも逆に楽かな。逆に敵倒してくれるから楽なんかな。難しいな。多分ね、なんかレベル上限が最初から69までなってて、普段のデイリー3点セットとかやって、探索とかしてたら、永遠と経験値がもらえる分上がり続けるのよね。グローバルサーバーって。で、結局還元できている、その1.5倍の対象の人は、そのレベルが上がるごとに、その1.5倍になった得点の分が、まあ、少しずつ付与されて、最終的に69レベルになったら全部回収できるっていう感じになるから、まあ、探索ガチで頑張ってる人とかは、わりかしすぐ回収できると思うからさ、そこを考慮してペットも選んだ方がいいよ。パンダだからパンダ連れてけばいいって。まあそう言われがちなんだけどさ、ちょっと迷ってきたな。正直さ、最初のステータスってめちゃくちゃ低いんだよね。で、連れてった時に、パンダのレベルもおそらく69まで上限解放されてるけど、プレイヤーが低いから、プレイヤーのレベルまでしか上げれないっていう状態だと思うから、まあ、いきなりペットだけマックスまで上げれたらすぐ笑うけどさ。ファンダはファンダでいいかもね。敵を倒してもらうっていう分には、雑魚処理係。パンダにも一応バフはついてるんよ。ただ、全部、まあ、カンストもう貫突って言えばいいかな。全部を6に上げた状態しか発生しないんだよ。俺はこの真ん中の防御を無視しますっていうさ、このやつを6まで上げたんだけど、ここまでいったら主人に影響を与えるバフがあるんだけど、それ以外は、攻撃力9%を防御無視の攻撃ダメージを与えるってやつが、まあ、ペットが敵で与えるダメージ。サーバーの名前一緒。一緒です。今使ってる名前まんま。そのまんま移動。名前が一緒だけど、レベルが1になって、キャラクリからスタートかな。まあ、1からやんなきゃいけないの書いてあるけど、キャラクリスタートは書いてないけど、多分そうなると思うよ。じゃないと、自分が持ってる今アカウントのうち一つしか、そのニューワールドに連れていけないよって
まあ違うわ。間違った。一つのアカウントしか、還元キャンペーンの適用外だよって言ってるから、そのアカウントに紐づいてるはずだから名前は同じだと思うんだよね。新しいサーバーの名前ニューワールドじゃないの？わかんない。多分ニューワールドって書いてあるからそうなんじゃない？グローバルサーバー、ニューワールドって書いてあるから。ただ、ここがまだわかんないとこなんだよ。いくつかサーバーが出来上がるのか1個なのかってまだ公開されてないんだよね。そこの情報って。ただ、その還元キャンペーンが3月6日からスタートは書いてあるけど、実際移行期間についてはまだ未定なのよ。ニューワールド、英語でね。英語でニューワールド。わかんないよ。まあそう書いてあるだけだから。新しい、まあニューコンテニューをニューワールド的な新しい世界って意味合いで書いてるだけかもしれないし、まんまサーバーの名前かもしれないし、台湾と日本サーバーを合併した一つになってニューワールドっていう名前なのか、また何個かポツポツと出てくるのか、それはわかんない。まあぼちぼち情報出てくんじゃないかなとは思っているんだけど、まあ、その辺はまあ待っていただく感じだね。まあ明日で20日だからまあ、さすがにね、何も告知なしでいきなり移行しますよは絶対ないと思うから、まあ最低でも1週間前になるんじゃない？まあ普通だったら3月6日から始まるよってなったら、今ぐらいに普通だったら告知が入るんだけど、まだ何もないところを見ると準備が終わってないのかなっていう感じ。何月？ 3 月。3月からグローバルサーバーだけど、その移行するのは何月何日っていうのは出てない。ただ、移行した時に、その、還元キャンペーンっていうのがあるんだよね。使った昇格に関して1.5倍、還元しますよっていうキャンペーンがあるんだけど、それが3月6日からスタートっていうのは書いてあったから、まあ遅くても3月6日からは始まるんじゃないかなっていう。まあそんな3月6日から始まるよって言ってんのにいきなり4月からなんていうのは絶対ないと思うじゃん。限界にワールド。あんな先輩課金してるよ。なんか招待来た。なんだ？招待来て、なんか入ったらなんかもう始まってしまった。俺何の装備も準備してないけど。俺は昇格で言ったら、20万昇格分ぐらいはあるよ。見たら、そんくらいだった。間違った。場所間違えたわ。でもね、無課金でも、ハロウィンの時に課金の衣装あったじゃん？無課金でもハロウィン衣装もらえるんよ。結構使いましたね。俺気づいてなかったよね。俺さ、ぶっちゃけあんま課金してなかったと思ってたんで、最初無課金だし、むしろ。多分、あそこだね、きっと。なんだっけ、課金の遺産が来た時と、なんだっけな、ハロウィンの時に、ちょっと課金したんだけど、足りなくて、多分寝ぼけて、パソコンじゃなくて、携帯の決済でやっちゃったんだよ、多分ね。知らないうちにポチ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 っつって。
それが積み重なって気づいたら結構使ってましたよ、みたいな。あれおバグった？これいけるかな？あ、飛んだ飛んだ飛んだ。なんだよ、変身したのに。服だけもらった。俺さ、ハロウィンのバイクなくなるのがめちゃくちゃ悲しいんだけどな。カーボーイ服買うために300円ぐらい課金した。あ、最初のやつか。一番いくらでもいいから課金したらなんかもらえるみたいなやつ。でもさ、今回さ、グローバルサーバー行ったら、最初からパンダの衣装ってあんのかな？もうないんかなあれ。また正月まで待たないと買えないのかな？これパンダの衣装があんだったら最初にパンダ買ってさ、もうずっとパンダでいいんだけどさ。それはだるい。安いから、違う、パンダだから。高くなった。なんか普通の衣装の値段になってるかもしれないよね。あれはあくまで正月だからっていう感じなんかな。だから正直、何がなくなって何が残るかがわかんないからさ。警戒装置が停止されました。実験室の扉が開く。60なのに600だったら高くね。それは高いな。あと高いのかな、でも。まあパンダが好きな人からしてみたら、まあ600でも、他のその限定衣装に比べたら安いから、まあそれでも、その後それを着続けるんだったら、まあいいかもね。そっちで何か新しいのが来て、また買わなきゃいけないっていうんだったら、あれだけど、あれ、俺なんかシールドゼロだな。俺もしかして茨つけてんのか今更。俺全く画面見てなかったけど。俺全然画面見てないな。あった。これで終わりかな？あ、リバラじゃないよ。突然呼ばれたけど終わりました、助っ人。どうだろうね。パンダはなんか60のままじゃないかな。でも言うて、パンダってさ、その日本では60昇格だったけど、中国は無料だったんだよ。中国は無料配布だったんだね。なんか1週間のログインボーナス的なやつで、なんか無料だったらしいから、俺は知らんけどね。俺、中国サーバーのやつでアカウントないからわからんけど、なんか無料だったらしいよ。
だから日本、金取んのか、見てたら60ってなって、いや、60だったら無料でよかったんじゃねっていう話してた、最初。だから、まあ、60か無料か、無料はあんましないかもしれんけど、ワンチャンでもね、還元キャンペーンやってるぐらいだから、もしかしたら無料もあるかもね。まあ、そのあたりはまあ、お楽しみって感じだな。ちょっと準備だけしとくか。茨つけとこう。茨じゃなかった。あとは何だろうな。その、評価にも上限があって、何か多分ね、今まであったやつがなくなってると思うから、何が残ったのかが知りたいよね。まあ、それはさすがに俺もわからんわ。あ、どうぞどうぞ。最近全然他でケーキ出してるから全然乗っけてないけど、ある分食べていいよ。こっちでもあるから。この奥にもあるし。あれ乗れない。おいちょ。手前がなくなったら奥にあるから。まあお腹が空いたらケーキ食べて、バフが欲しかったら手前にあるこう肉とか食べたらバフがついてるから。そうそう、本当はもっとあったんだけど、さすがに邪魔だなと思って、あとどっかその辺になると思うわ。この部屋の中とかに。ちょこちょこって置いてあると思う。だって無限に出てくるからね。最初に5品のこう肉とかケーキとかスープとかを取ったら、5分間、残りの5分間中残りの時間全部ケーキなのよ。僕のシェルターの方が多いですよ。俺全然もうやってないもんだって。邪魔でしょうがなかった。建築でさ、そのケーキの部屋とか作るんだったら全然置くけど、いい感じのテーブルがないんだよな。300、めっちゃあるやん。まあ、この、建築作ったやつも持ってけないのがあれ痛いよな。6個、6個置ける机ね。もうちょっとこう平面でぎっちり置ける机が欲しいよな。どうせなら。あと見栄えがね、ちょっと悪いんだよな。もうちょっとこう、今、この置いたやつの半分のサイズぐらいで、一応あるけど、白いやつ。あるけど、もうちょっと、こう、形が整ってて、隙間なく置ける。わからん。あ、ちなみにグローバルサーバーに中国はいないから、多分中国は中国で残るからさ、そこは違うと思うよ。グローバルサーバーは台湾と多分日本サーバーだと思うから、中国は現状今ある中国サーバーが多分継続。いや、多分台湾サーバーの方は一緒じゃないかな。中国大陸以外のって書いてあったから、今のとこ日本サーバーと台湾サーバーと中国サーバーの3つなのよ。遊び場って。
でもその辺もわからんよね。だから、もしかしたら、日本人しかいない、グローバル版と言いつつ、日本人だけしかいないサーバーと、台湾の方しかいないサーバーがあって、でもお互い自由に行き来できるよ、みたいな感じだから。行き来じゃないや。アカウントを作ることはできるけどっていう感じになるのかもしれんし。わかりません、その辺は。公開されてないことはさすがにね、わからんし、台湾の人がこのまま日本サーバー様子見に、あ、そうなんだ。どんな感じかなーって。やっぱ気になるよね、やっぱり。台湾の人もさ、やっぱりさ、アップデートがなくなってさ、今日本サーバーと同じような現象起きてるからさ、その継続してくれてまだできるっていうのはやっぱり嬉しい情報だけど、今までいなかった人が増えるってやっぱりさ、不安だよね。でもここ最近さ、石川県の地震とかでさ、いろんなさ、みんな募金とか寄付とかあってさ、そのニュース見てたんだよね。そしたら、1位台湾だったんだよね。だから結構そこまで台湾の人って、あんまり日本に対してマイナスイメージなくて、結構いい関係を築けそうだなっていう感じはするから、まあ言葉の壁があってそこはちょっとあれだけど、うまくやっていけんじゃないかなっていう内心思ってる。そう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 。日本で、日本とか、日本から海外に行ってる有名なスポーツ選手とかさ、いろいろいて結構募金してるけど、それをはるかに上回る金額だった。ああ、しおりさん募金してきたん？日本好き台湾人。ね。俺もなんか別のとこで配信やってたけどね、その配信やってた大元がさ、本家が台湾にある会社でさ、たまにサーバーごっちゃになってさ、日本サーバーが台湾サーバーになってて、なんか台湾の人がめちゃくちゃいるとかさ、あって見に行けるんだけど、結構ね、なんか日本人来ると、なんかすごい、多分言葉がね、わかる人とわかんない人がいるから、人によるんだけど、結構ね、アットホームっていうか、ウェルカムな感じだったよ。いや、3000円でもいいんだよ。貴重な3000円だよ。だからみんなね、こう、困惑なさ、まあ、全く焦りは関係ないけどさ、なんか高額な寄付とか募金があるから、なんか、たった3000円だけだけどって言うけど、その、お金ってさ、みんな収入違うから、まあ俺、お金あるから100万やるよとか、何億単位でやっても全然平気だからっていう人もいれば、単純に100円とか1000円だけでもめちゃくちゃ貴重なおかげで、それがあったら自分が全然ご飯食べていけるしっていう環境の人もいるから、そんなね、金額なんか気にしなくていいんだよ。助けたいって言って募金した気持ちが大事だからさ、そんなさ、金額で比べるもんじゃないし、そもそも。だから募金って多分金額でマウント取ってくる人は他でやれって感じだね。マウント取りたいんだったらみんなが本当に驚くくらいの金額を大々的に発表してやったらいいんじゃねっていう。そしたら承認欲求満たされるよっていう。なんかそこがあれだよね。なんか俺配信やってるとさ、どうしてもさ、投げ銭ってあるからさ、その投げ銭をもらってイベントとかで、やっぱ入賞して自分のその配信者としての、まあブランディングだったり価値をリスナーさんと一緒に上げていくっていうのが基本の投げ銭アプリのシステムなのよ。そこでなんか投げてくれないとどうこうとか、投げなかったら見ないでくださいとか、結構言ってる人いるけど、そんなね、1円のギフトでも1万のギフトでも、やっぱり多い方が助かるし、嬉しいのは嬉しいけど、同じギフトなんだよね。で、その価値観を、その配信者は決めるものではないし、どんな金額でもその人にとっては大切なお金でさ、どうしても金が欲しいとかいう配信者は、その価値分しか自分のパフォーマンスが
評価されなかったって覚えって感じ。はるさんいらっしゃい、こんばんは。3000円やったら4000円とかどっちが高いか。なんかめちゃくちゃどんぐりの正義の的なやつだね。なんか俺はなんか募金に関してはね、金額じゃないと思うよね。まあ1円玉いっぱい貯めて、5円玉いっぱい貯めて、最終的になんか何十万になりましたとか、よくさ、あるけど、あれはすごいなって正直思うけど、なんかその時その時に自分ができる最善を尽くしてる募金に対して金額でマウント取る人はちょっと、なんだろう、心が貧しい人なんだなって俺は思っちゃうわ。1円笑うものが1円なくったやつに。そう、1円もお金だから。1円だって10枚揃ったら10円だし、10円が10枚揃ったら100円だしって。まあお金の単位だからね。それがあってこその、まあ、1000円があって、5000円があって、1万円があってって。その1万円をたくさん集めたら、これだけのお金になりますよっていう。それ今日月曜日か。あ、プールパーティーあるのか。プールパーティー覗きに行こうか。えい。あ、始まってなかったわ。体、体調が良くなるツボはありませんか？もう体調が良くなるツボはないから、多分ね、お風呂に、あの芋焼酎を食べて、その中入ったら治ると思うよ。春さんに関しては。水を一切使わない芋焼酎風呂に入ったら多分治るよ。もう内から外から全回復だよ、きっと。冒険か。でも俺トータルね、募金頑張ってね、結構したよ。俺は。お酒そんなに飲めないくらい弱ってて。でも体調が悪い時ってね、原因が絶対あるから、まあ酒は、まあ体調悪い時飲むもんじゃないけど、なんか、具合悪いからご飯食べないとかさ、お風呂入んないとかは、逆に地位を遅くするから、まあ普通の生活、いつもやってたことを頑張ってやるぐらいだね。食べたくないけど頑張って食べるとかさ。お風呂入ったら結構良くなって代謝も上がって、結構ウイルス系とか風邪系はやっぱ温まってさ、発汗すると汗と一緒に外にさ、排出されるから、子供から、ああ、そっか。治っても次が来るのか。それはもう、あれだな。栄養剤毎日飲め。ウイルスが来ても、多少悪くなっても維持できるぐらいの免疫をつけよう。免疫と体力を。あとはなんだっけ、水分補給する、なんか、スポーツドリンクみたいなのあるよね。補給液みたいな。あれを、ガブ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 飲んで、モエナ飲んだら、悪循環だよ。悪くなるで。あの、体が弱ってる時にモエナ飲むと活性化するけど、体がついていけなくて、余計体調悪くなるで。体調悪くなっちゃうよ、それ。だってそもそもエナジードリンクって1日2本以上飲んだあたりから、体に害が出てきて3本4本飲んだら本当に死の危険があるくらいやばい飲み物だからね。人間の体ってある程度バランス保たれてて維持されてるから、それを崩す何かが起きたらすぐね、体に出るんだよ。自分の自分の体格上に必要以上の水分が入っちゃダメとかさ、
血流がこれ以上のスピードで上がっちゃ、まあ、体内を循環しちゃダメとかさ、温度が上がっちゃダメとかさ、いろんなものがあるから、そのうちの全てをモンスターエナジーとかエナジードリンク系は全部で崩壊させるんだよ。体に吸収されやすい成分がもともと入ってるのに、その中にさらに栄養素としていっぱい入ってるから、確かにね、一時的には回復するかもしれないけど、それが維持されちゃって、体の100%オーバーになっちゃうよ。外国では20歳前飲めない。酒かって。日本、エナジードリンクは飲めるけど、お酒は20歳から飲むの逆なんだね。あ、そっち系やった方がいいと思う。なんならユンケルはまあいいとして、カルピスよりは、あれだね。なんとか H2O? なんとか保水液蛍光保水液だっけ？まあ、名前忘れちゃった、正式名称。あれいいよ。一番体内に吸収されやすい水分。俺は外人けど12歳から飲んでる。お酒をエナジードリンク。海外は割とお酒ってさ、ないよね。未成年だから飲んじゃダメとかさ。海外割とさ、あれじゃない？誰かに迷惑かけなければ大体 OK じゃない？個人的に何か楽しむっていうか、やる分には。エナジーはジュース。まあ、エナジードリンク系は、まあ、ジュースはジュースだけどね、体に入っちゃいけない栄養系がいっぱいあるんだよな。まあ、健康っていうか、元気になるんだったら、無理くり体を動かす分にはいいかも。ただ、その後、体めっちゃしんどくなるけど。では、絶対飲まないようにしてる。あとね、めっちゃ太る。俺は今ちょっとさ、ずーっとこうパソコンするっていうかパソコンしかやらんからさ、基本的に動かないからめっちゃ太っちゃってさ、今ダイエット中だからさ、糖質制限やっとって、今炭酸水しか飲んでない。なんか俺、捕獲されたけど、生首になってるよ俺。その上を大役くんが踏みつけていき、ゲルドの会長がハンマーで振り下ろして。あの、エナジードリンクは実際試合に出てるんよね。本当に体に悪い。体に悪いっていうか、体にいいものが入ってることは入ってるけど、良すぎちゃって、飲みすぎたらダメだよっていう。昔はクラブでウイスキーと一緒に飲んで心臓がバクバク。それめっちゃわかるわ。俺もやってたわ、よく。なんか一時期めっちゃさ、コカボム好きでさ、エナジードリンクガンガンついてさ、色でわかんないから、中にさ、普通にジーンとか入れたり、コカ入れたり、こう、いろいろさ、いろんな危ないミスを作ってさ、じゃんけんで負けたら全部一気って飲んでたら、記憶なくなったことあるわ。後ろにいるの会長。そう、後ろでくるくる回ってんの会長。
そう、一時期ね、コカボムのタワー作ってさ、それを、落とさないって、崩さない、こぼさないように、うん、飲むっていうのをやっててさ、最初は全然余裕なんだけど、酔っ払ってくると手震えるんよね。なんか、手震えて、やばいやばいやばいって、途中で、どこから当ててもダメなんだよね。なんか、カキーンってこう、当たった音がしてもダメで、そしたらそれも飲まなきゃいけないのよ。っていう、なんかすんげえ地獄のなんかタワーやって遊んでたら、なんかね、コカとかって、度数がある割に飲みやすいんだよね。ましてやエナジードリンクと割るとめちゃくちゃ飲みやすくなるから、ガンガンいけるけど、後でやばい。後半酒が回ってきて、もうベロンベロンになるからね。ニコチン中毒。ニコチン中毒よりはまだマシじゃない？突然怒り出したりしないから。単純に酔ってるだけだから。まあ、お酒とかそういうエナジードリンク系もさ、要は容量かな。容量をちゃんと守って飲んだら体にいいけど、それ以上過剰に摂取したら体に悪いよってことよ。これさっきからずーっとタイヤックに踏みつけられてるわ。もうにゃにゃにゃーに言いながら踏みつけてるからな。まあまあ、久々に配信してみてみんな元気そうでよかったわ。まあ、まあまあ。とりあえずね、なんか早く情報欲しいな。情報が来ればね、それについてね、まあ雑談でも、まあ動画でも何かこう、説明、解説系のやつをあげるんだけど、まあなんもねえからわかんねえんだよ、俺も。とりあえず写真のバグについてはね、一応聞いておくけど、この土壇場で、その写真だけ見えるようにするっていうことをやるかって問題よな。多分やらんよな。簡単な問題ならやってくれるかもしれんけど。まあ、あとは、まあ、新情報が来るか、まあ、サーバー移行時くらいまでは、ファンドはね、違うことにね、今、時間を費やしておるからね、なかなか配信、まあ、できないことはないんだけど、できないことはないんだけど、疲れてパンダがパタって寝てるから、いつも。頭使いすぎてね、もうね、ダメなのよ。あ、解放された。解放されましたね。そうね、まあ、今月中に治ればね、グロサバとかやるときに、よーいドーンってスタート切れるね。今回はね、元々のスタート時と違ってさ、上限が最初から69まで解放された状態であるから、やばいんだよな。スタートダッシュすごいと思うよ。お布団で行きます。お先のパンダ、ゆっくり休んでね。1日に上がるレベル決まってそうじゃ。でも今回さ、上限最初から解放してるって言ってたから、上げれるんじゃない多分。なんか上げやすくなっておりますって書いてあったし。なんか、習慣のなんだろう、制限みたいな、なんか情けな感じするけどな。とりあえず69までは。
とわかんない。どうなんだろうな、その辺。なんかね、大事なところが抜けてんだよな。とりあえずでも、初心者チュートリアルが終わったら、レベルが上げやすくなるみたいな文が一文あるから、まあ上げやすいと思うけど、まあそんなね、一気に69まで上げる必要もうないからさ、正直。なんかとりあえず69まで最初から解放されてるっていうんだったら、ストーリー進めていったら、まあ順当に勝手に上がっていくと思うよ。ギルド秘境がやりたいです。ギルド秘境の難易度、どんな感じなんだろうな。制限時間決まってて、その時間内にどれだけクリアできるかっていうので報酬が決まるみたいな感じだったよね、確かね。でその敵がさ、大体どのくらいの戦力っていうのが分かればさ、大体このくらいのレベルがいないときついとか、防具がこんくらい、耐久こんくらい、攻撃こんくらいっていうのが、スタミナ、スタミナね。っていうか俺、スタミナに対してずーっと思ってたんだよね。アスレバがさ、そのグローバルサーバー出す前に、なんかプロモーション系の動画をなんかどっかに垂れ流しようかなと思ってて、いろいろこう読み漁ってたら、スタミナ無制限で探索ができますって書いてあるんだよね、アスリバ。スタミナ制限あるやんと思ってさ。まあ、確かになんか草刈りとかさ、スタミナ使わないものもあるけど、素材、スタミナ必要じゃん。なんか、スタミナ無制限っていうには語弊あんじゃねえかなと思って読んでた俺。最初の、何概要欄とかさ、アスリバとはみたいなやつとか、読んでたらさ、なんか、スタミナ無制限で楽しめますみたいな書いてあってさ、スタミナ無制限なみたいな。ものはいいよ、確かに。確かに草は無制限だなとかも。草と水草、水、肉多分必要な武器素材とかは、スタミナ必要だしな。なんならなんかレア素材とかめちゃくちゃスタミナ減るしな。なんか、うちのギルドの会長さんが言ってるんで暴走してるな。ギルド破壊してるわ。だからレベル上げて、素材を上げて、だから難しいよな。2回目っていろいろ考えちゃうからな。まあ再構築は消えないと思うから、まあとりあえず再構築チケットを貯めて、さあどこで作るっていう。なんか俺、すんげえぶっちゃけてなんか考えると、1から用意ドンだったらきついけど、結局1.5倍の昇格が返ってくるって考えたら、誰だ俺とこ行ってんの俺、笹餅パンダは区会長ではありません。なんなら、役職何もついてないから俺。誰だこれ押してんの誰だ女性。いや、会長が押すな。会長はわかんのよ。このおじさんキャラはもう一発でわかるから。
何言ったか忘れちゃったじゃん。あ、違う違う。課金者に関しては、最初の段階で、バトルスーツを手に入れることもできるし、ある程度、チップなのかわからんけど、その、ステータスを上げる、装備素材的なのを揃えることができるから、ぶっちゃけ、再構築あったとしても、一回もやらずに、多分69までいけるよ。なんなら、69でもやんなくていいんじゃねえかぐらいだね。その、自分たちが69までは見てるから、あえて、ずーっとひたすら貯め続けて、70で作るとか、自分がまだ見てない場所を求めて、チップとかもずーっと貯め続けて、70解放されたら、あの、クラフトでさ、重ねて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 って、もうガンガン重ねまくって、最終的に、なんだろう、大した変わんないかもしれんけど、もしかしたらワンチャン結構いい感じに揃うかもしれんからさ。だから進め方は多分変わってくるよね。よし、プールパーティー終了。そう。知識ある分、いや、先を知ってるから、その優先順位わかるし、どこを重点的に攻めようかってのはわかるんだけど、だからこそ悩むんだよね。でも逆にそれを知ってるがゆえに、先にこれ絶対あった方がいいからこれやろうって言うと、まあ、二の舞っていうかさ、もっとやりようあったのに、なんか目先の強化ばっかり目を行き過ぎて失敗したみたいなことも多分あると思う。なんか追っかけられなんか危ない人がずっと追っかけてくる。とかさ、時間長くね返信時間。いつまで返信できんのそれ。あ、そうなんだ。うわ、スタミナいっぱいあるから遊びだこれ。普段こんな動きできないわ。スタミナなくなっちゃって。この動きができんなったら、ワンチャンヘルメスにも結構対抗できるな。そうね。次はヘルメスだな、俺も。たださ、ヘルメスさ、欲しいんだけど、正直序盤のヘルメス、きついよね。移動速度とかめちゃくちゃ速いけど、正直ヘルメスが一番欲しいなと思ってくるのって、ある程度育成が終わった後なんよ。そしてなんか、やっぱりね、序盤を有意義っていうか、やっぱ楽に行きたいんだったらヨトゥーンなんだよな。やっぱ壁貫通のレーザーがあって、あの
ピーナスとか。だから、要は、ヨトゥンとヘルメスはどっちも必要ってことよね。ただ、後半になってきて、戦力上がってくると、バトルスーツ使わなくてもなんか燃やされてんだけど、なんか。これはこれでなんかかっけえけどな。火の中から誕生みたいな。これすごくない？なんか火の中からさ、ミコトが誕生みたいな、出現シーンみたいな。なんかムービー撮りたいよ、これ。この後に、ジャガーンってやりたい。でもなんか、グロサバもさ、PVP に力入れるみたいなこと書いてあるから、だから PVP で見んだったら、やっぱりひどい荒野使ってるディキータ的なやつが残ってんだったら、あそこでは絶対ヘルメスなのよ。エリート戦場もまあヘルメスいけるね。ただ、狭い空間でやる機密とか、ヴィーナスはヨトゥンなんよ。障害があるところを、貫通でレーザーでブワーって一掃できるから。データダッシュもそうだし。狭い空間でヘルメスを使うってなったら、やっぱりプレイヤー自体の強化が必須だし、コネクタ上げなきゃいけないから、ある程度耐久と、こう、殲滅力っていうかさ、そう考えたら、悩ましいよな。なんかあそこにいる。あらが変身したもう会長の彫刻が燃やされてた今。これなんかムービー撮りたいな。このコメント欄とかチャット欄とかがゲーム内消せたらいいのにね。一応文字が出ないようにはまあ、軽減はできるけど、チャット欄自体は消せないからさ。まあ一応カメラモードで枠を消せば、俺が動けなくなるけど、できないことはないけどさ。ドアップ。おー、これいいね、いいね。火の中から出てくる感じ。なんかムービー撮りてえな。ムービー作りたいな。なんか夕方になったら余計なんか入るわ、これ。でもこれ今めっちゃ喋ってるからさ、完全におとなしにおとなしにして、この動画だけ使って何か BGM を差し込まなきゃいけないんだよね。もうせっかくゲームオンとかも何でも動画いいしだね、これ。めっちゃ喋っとるから俺。もう完全これ、ミコトのさ、プロモーションムービーだね。バトルスーツ紹介動画みたいな。なんかせわしなくパンダが走り回ってるけど。なんかこれのさ、動いてる動画俺欲し、あれパソコンのさ、スクリーンセーバーに欲しいな、なんか。動いてる系の。こんなさ、まじまじと見たことなくない？
作ろう。でも作るんだったらちゃんとさ、場所と価格セットしてさ、音とかも消してさ、無駄に喋らずにさ、この、なんていうのシャキンシャキンっていう、とか銃のこの連射してる銃、射撃音とかさ、そういうのも入れて撮りたいからさ、結構面倒だよ。結構、多分ね、撮る担当と、映って動く担当分かれないと無理。ちゃんと撮る。場所を決めて、撮る担当が要はカメラと録画スタンバイって、あとはもう、戦闘シーンなのか、何かタイトル決めてさ。まあ、二次創作的になんのかな、それもまた。でもやっぱ欲しいんだよね。一回ね、そう、ギルドのやつ作ろうかなと思ったんだよね。ただ、俺があんまインしてなかったから、写真じゃなくて動画で欲しいんだよね。例えばこう、みんなでこうさ、宴やってるシーンと、レスキューやってるシーンとか、あとは探索してる時とか、デイリーやってる時とかのやつを部分的に、みんなができるだけ映ってるところを切り抜いて、つなげて、なんか、まあ、どんくらいにするか短めの動画にしてさ、そういうのも結構作りたいんだけど、なかなかな、時間がねえんだよな、今。ていうかなんかパソコンのさ、グラボのさ、設定いじったらさ、なんか色のさ、色彩はっきりしたな。なんかめちゃくちゃくっきり見えるやん。なんかバトルスーツが本当になんか機械、本当の機械みたいな感じで見えるわ。なんかぼやけてるところがなくなった。なんか本当の機械、ザ・機械みたいになってるわ。なんか光沢があってさ、陰影とか、結構綺麗に見えるようになったな。これ、してっと後ろでなんか踊ってる人が足映ってんだよな。みことの股下からまたなんか、またお股が見えてんだよ、踊ってる。で、パンダが走ってんねん。いやー、グロザワか。連れてくペットどうしようかな。パンダでも別にいいな。パンダにしようかな。正直、行った先でさ、その、初期からいる7匹くらいのペットは、まあ、いつでも復刻するだろうし、まあ、ピックアップ来なくても手に入るから全然いいんだけど、問題は、あれやな。レンジャーとか、ゼウスニャンとか、その、限定で、後から出てきたやつが、手に入るのかどうかだよね。ピックアップとしてすぐ出るのか出ないのかが、最初からもう全部出ること前提の話なのかとか、それがね、わかんないとさ、なかなか決めらんないよね。はい、どうぞ。どうぞお食べください。あれ、俺のご飯コーナーが消えてる。やべ、俺のご飯ショートカットがない。消えてんだけど。このさ、課金のさ、遺産もさ、どうせだったら座れたらよかったよね。せっかくだから。これ座れたらよかったのに。
なんか違う座り方してる方いる。待って、テーブルの上に座ってる人がいる。違うのよ。座るとこが違うよ。椅子に座ってほしかったんだけどさ。もうテーブルの上に椅子置いて座っちゃってるから。まあ、これ、なんだかんだ言ってもね、2週間っていうところまで来たんでね。まあ、諦めずに、まあ他のゲームでね、気分転換しながらでもね、ちょっと時間を潰していただければいいのではないでしょうか。まあ、果たして3月6日からキャンペーンスタートって言ってるのに、3月6日になっても何にも始まらないっていうパターンが、その可能性がゼロではないっていうのがちょっと怖いとこだよね。ワンチャンありそうだからな。で、結構過ぎたあたりに、なんかこう、訂正情報みたいなの来て、延期になりましたみたいな。情報欲しいよね。なんか憶測だけが飛び交ってさ、その憶測に対して疑問が出て、それをみんな、スターライトとかでさ、聞いてさ、これはこうです、あれはこうです、これはわかりませんとかやってるけど、結果それって、想像の、想像から出た疑問なんだよね。実際に出てる公開情報の一部から読み取れる範囲って限られてるから、そろそろないと、なんか楽しみにしてる人も、もう呆れて、もういいやなっちゃうから、そろそろね、さすがにね、そろそろね、も気をつけてください。こういう網は粘性が強く、終わってる。なかなか剥がれません。すんげえ勢いで終わったな。やばいぞ。火力が全然出ない。これがあれか。これがちょっとおサボりしてた結果がこれか。おサボりしすぎた結果が出てるね。ててててん。残り9秒。3、2、1、撃てー。置いてかれた。なんかコーラさんに抜かれてるな。
あ、抜き返してる。いつの間にか。2万差で抜き返したぞ。燃焼効果で抜き返した。さあ、このまんまパンダは1位を取れるのでしょうか。ラグがすげえな、なんか。燃焼で勝った。燃焼で負けてなんか抜かれたのに燃焼分だけで抜き返したぞ。イエーイ。燃焼ダメってすげえんだな。なんか、やっぱクラブの設定戻そうかな。画質良くなったけど、ちょっとラグってるな。発熱かな、違うの。なんか結構ね、このさ、外にあるさ、白い、なんか桜なのか葉っぱなのかわかんないけど、この描写が綺麗になったんだよね。ちょっとくっきり見えるようになった。新しいモニターが欲しいな。260ぐらい出るやつ。俺結局、あれだな、今日週末とかやろうかと思ったけど、やらないまま終わってしまった。やろうと思ってたけど、その前に、宴が来てしまったね。あれ、こっちか。難しいな、火力。火力出すのも。ああ、そまくんおひさー。めちゃくちゃお久しぶりな感じ。いらっしゃい。それはもうじき1年っていうところまで来たけどね、3月からね、グローサバがリリースされる予定で、また1からスタートなんだよ。ちょっと大きな局面を迎えております、アスリバ。グローバルサーバーでは PC もちゃんと PVP がちゃんとマッチングしてくれることを祈る。んダイヤ帰ってくるんだよね。ダイヤ昇格か。1.5 倍返ってくる。だからスタートダッシュできる状態でスタートして、それに今までなかった新コンテンツとか新ストーリーが追加される遊び場を、要は2周目をやるみたいな。見てみたらいいじゃん。ストアのさ、
ストアのチャージ開いたとこにプレゼントっていう項目あったじゃん。この、車がもらえたところ。ここの上に、現在のチャージキャンペーンって書いてあるところに合計数値書かれてるから、これ。使った分が全部戻ってくるわけじゃなくて、この対象になってるものだけだから、ここに書いてある合計数値かける 1.5 倍が返ってくる。違うわ。ここに書いてある数値プラス 1.5 倍のやつも返ってくる。そう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 。一応、チャージしたやつのやつと、デイリーパックとか、月パスとか、連盟ファンドとか、あとバトルパスかな、そういう、これは返ってくるんだけど、それ以外の、なんかおまけでもらったやつとかは返ってこない。あくまでここに換算されている合計だけっていう話。で、ここが、俺20万しかないけど、ここが60万超えてたら、限定の衣装がもらえるよ。スタートから限定衣装が。でも、相馬くんは、スタートからウルトラ連盟補給100連ずつやって、S のバトルスーツ解放してたから、普通にここ80ぐらいいってんじゃね？そういえば365日の無課金者はまたゼロからそういえば365日の無課金者、あ、そうだね、多分。ゼロからだね。だって新サーバーは全く別サーバーだから、ゼロからスタート。だと思うよ。引き継ぎできないから。226円だっけかな ?1 個。そうか、あったね、そういえば。あの、クラシック系のなんか車みたいなの。そうか、そういうのもあんだね。結構、なんかそうしたら、もう少しでもらえそうなやついっぱいあったんだな。積み重ね系。うん。そう、積み重ねのやつは損失でかいね。あと少しってやつが全部今回なくなっちゃうから、でかいな、それは。そう考えたら、シェアメイトとかさ、人工島もあったよね。1年目のやつとかで。結構、遊びは多かったな、そういえば、そういうやつ。日数系積み重ねてさ、半年とか1年とか。まあ気にならない人は、あれだけど、そこを目的にやった人にとってはだいぶダメージでかいな。まあ今回なんかハロウィンの限定衣装がめちゃくちゃ評判良くて、それが今回、無課金で全く課金してない人も、まあログインボーナス報酬としてもらえるっていうのがあるから、全く無課金に対して恩恵がないかって言われたら、ゼロではないけど、結局さ、あと2ヶ月そこらで1年っていうとこまで来てたからさ、そういうこと考えたら、ねえ、まあ、建築税は探索して素材集めて一生懸命作ったわけだし、日数は帰ってこないから、まあ一緒にやってた
目標を失った人は、そりゃやりたくないわな。一からまた。また一から1年間頑張ってくださいって言われたら、相当何か変化がない限り、やろうとはやっぱ思わないよね。まあ、新要素があるから、その分でね、どこまで評価が変わるかっていうのは見たいところではあるんだけど。どうなんのかな。あと2週間っていうところに来てまだ情報もないこの状態がね、結構ね、問い合わせ来るんだけどさ、俺もわかんないのよ。俺もわかんないのよ。出てる情報から、まあ、みんなでこう、なんだろう、意見を出し合って考察、こうじゃない、ああじゃないっていうのはできるけど、それでも、大体今出てる情報は全部意見を出尽くして、もうもっと詳しい情報くれよっていう状態だから、この状態で質問されても俺もわかんないのよ。もう運営さんに直で早くしてくれよって言えれば一番いいんだけど、それもできないから、もう待つしかないんだよね、これね。だからその待つのが限界切って他のゲーム行ってしまってる人も多いのが現状だから、それはもうね、運営さんがこれからプロモーション頑張るしかないんだよね。新しい人がやりたいと思うようなプロモーションを作って、定期的にいろんなとこで流して、それを今までやってこなかったのが今この状態でさ、原因を作ってるわけだからさ、今回は頑張ってほしい。そのお手伝いくらいを全然やるから、俺らも。黒沢移行の話って、パンダさんもみんな同じ。そう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 。突然来たのよ。そもそもグロサバの話が出る前に、このアースリバイバルを運営してる会社のそのゲーム部門自体を売却する話が先に上がって、で、その公式が発表する前にみんなにバレて、それが。で、それで一騒動一回あって、で、その後、なんかその、売却はしても、この、なんか、制作してるメンバーとか全員残るから、アスリーバ自体は継続しますっていう発表があり、一応新年を迎えたんだけど、そっから今度音信不通になって何もなくなって、アップデも来なくなって、何があったんだろうなーって思ってたら、突然、グローバルサーバーが3月にリリースされますみたいな情報が突然出た。突然来た。本当に。花さんがグアバさんは運営の問い合わせして動画作るのありです。一応ね、言ってはいるんだよね。俺も今、その、既存メンバーもそうなんだけど、既存メンバーは、だいたい、そのメンバー、わかるメンバー同士でまとまってるからさ、みんなサーバー違くてもだいたいみんな集まって、まあ、今後どうするって話できてるから、それはそれでいいのよ。残る人もよし、移行する人もよし。問題は新規勢なのよ。あの、アスリバ自体が、プロモーションに力を入れてないのか忘れてるのかわかんないけど、全然やんないから、そのアースリバイバルっていうゲームを知らない人の方が多いんでね。何それみたいな。大抵の人は、やったことはないけど、どっかでなんか流れてたねとか、そんな感じの人誰かやってる人いたわとか、なんとなく知ってる人いるのよね。どんなゲームでも。まあ本当にマイナーすぎて、コアな人しかやらないゲームはあれだけど、アスリバって割と、終末世界を舞台にしたゲームとしては、結構、俺は上位だと思ってんだよね。結構出来栄えとしてはいいから、他のゲームも今いっぱいあるし、全部比べてもさ、アスリバだけないのよ。だから、このアスリバの、まあ、初期に流れてたオープニングムービーとか、今、使える動画があるんだったらくださいって言って、今お願いしてて、なんか一応あるみたいだから、
それもらったら、またその新規向けに動画作って、それをまあ YouTube なり他の SNS 系統に流して、まあとりあえず遊び場があるよっていうその告知的なものをしたいなとは思ってる。その運営さん宛てに動画を作ったとしても、結局グローバルサーバーを3月にリリースするよっていうのはまあ一応決まってて、でいつ実装されるかとかそういう段階に入ってて、それに対して言ったところでうちらも直接言えるわけじゃないから、あんまりね、まあ全くゼロではないと思うけど、あんまり効果的には薄いと思うんだよね。そしたら新規のメンバーを増やして、もう物理的に人数増やした方が、まあ、運営する側も遊ぶ側としてもさ、まあ、もう一番懸念されてる問題はなくなっていくのかなと思うから、もうちょっとね、もうちょっと、使ってほしいわ、逆に。あの、俺は別に、俺動画、そんなやってきてないから、動画に関しては、ほぼほぼ、適当で、っていうか、頑張ってはいるけど、完成度が結構低いんだよね、俺は。ほぼほぼ配信ばっかやってるから、グアバさんとか動画頑張ってるからさ、動画の完成高いけど、そういうとこに、なんか、こういうことを伝えてほしいとか、こういう情報を流してほしいっていうのを、まあ、情報をくれたら、こっちはこっちでやるわけよ。でも、一切今までなかったから、それが。だからね、せっかく公認実況者っていう、なんか、役職というか、ネームバリュー的な要素をいただいてるのに、それをうまく活用できてないから、もうちょっと使ってほしかったね。あまり無茶ぶりされてもできないことはあるけど、ある程度くれたらね、できる範囲で、もともと結構いたからさ、公認実況者も。今はなんか辞めた人と、まあ辞めてないか休業中なんかわかんないけど、本当に人減っちゃったから、公認でも先に情報くれない。そうそう。だから、もともとが、今あった日本サーバーと台湾サーバーが、まあ、グローバルサーバーを作るための、まあ、一応リリースしてるけど、実質的なテストサーバー的な扱いにしてて、グロサバを、まあ、本格的に力入れてやるよっていうことだよって言われたら、ああ、今までそういうことだったのって、一応、会社の方針だからさ、それは。ユーザーっていうか会社の方針だから、まあそういうことだったのねっていうふうに理解はするけど、それにしたって、どんな面白いゲームだって、知ってもらわなかったら、買おうとも思わないし、やろうとも思わないわけじゃん。なんでここまでやらなかったのかっていうなんか、俺不思議でしょうがない。どんなゲームだってさ、そのさ、発売前にさ、結構、もう、過剰かってぐらい、もうガンガン押し出してさ、プロモーションかけてさ、CM とか広告出してさ、意地でもその初手で人をたくさん掴もうとするのに、まあ、リリース前はあったか。俺見たからな。リリース前は確かに少しあったけど、リリースした後に何もなくなったのね。で、大型アップデートとかもさ、何回かあってさ、特にさ、宇宙に行くって結構大々的な変化じゃんか。もともと地上にいたのが宇宙に行くって。で、背景とかも全部、公式ホームページの背景も宇宙に変わるくらい、すごいアップデート入ったのに、それに対しても何もないし。ああいうとこで、なんか、何か公式がやるんじゃなくて、公認実況者たちが全員やってくれるっていう前提のもとで動いてたってなったら、それはね、あの、ていうの他力本願すぎるっていう言わざるを得ないから、こちらも。
始まったイベントとかの解説とかはみんな当然やるし、イベントが始まれば、それに対して楽しいところとか要点まとめてみんなガンガン動画出したりも配信でもやったりもするけど、それ以外の情報なければね、一切動けないのよね。だって、プレイしてる一般のユーザー、普通のユーザーと変わんない立場にいるんだで。裏情報何もないんだで。こういうことを予定してますもないんだで。だからそういうとこをもっと出してくれたら、何か聞かれたときに、匂わせ的なことを、まあ、許される範囲で言えたりとかさ、まあ、動画とかでちょっと違う話してるときに、こういうことあったらいいよね、的なものでさ、ちょっと突然匂わせたりとかさ、興味を引く何かができたわけよね。まあ、こんなもんなんだかな。俺、公認実況者に対してのイメージってさ、アスレバ以外に1個しかなくて、このアスレバ車にやってた違うゲームなんだけど、そこってさ、その公認実況者になる前にいろいろ予選みたいのがあってさ、そっからめちゃくちゃしっかりしてて、その配信者とかのサポートもしっかりしてて、宣伝とか日付とかを明確に全部打ち出してたから、なんか不思議で違和感しかない。もっとプレイヤー大事にしたらいいんで。ね。そのやっぱ中国とさ、日本、まあ台湾も一応中国のさ、こう大陸の一つだからだけど、中国と日本ってさ、やっぱ人口が違うから、まず、一人当たりのさ、その課金額も少ないし、人数総で、まあ全国民がやってるわけじゃないけど、一応日本全部で考えたとしても、中国に到底及ばないんだよね、まず。にしても、にしてもだよ。さすがにさ、他にもいっぱい中国が本国としてやっててさ、日本サーバーとして全く同じゲームを遅れてリリースしてやるゲームって結構あるんだけどさ、ここまで放置したゲームってあんまないと思うんだよね。まあ途中からやっぱりアップデートが遅れて、もしくは不具合とかの修正が追いつかなくてとか、その不満が出たりとかは、どのゲームもあるけど、全く何もしなくなって、そもそも1年も経たないうちに、サーバー統合じゃなくて、新規のグローバルサーバーを立ち上げて一からお願いしますみたいな感じになるゲームって、正直どうなんっていう俺めっちゃ思ってるよ。今まで一緒に頑張ってきた人たちが全員、ね、誰一人欠けることなく移って一から頑張ろうねっていう感じだったら全然問題ないけど、結局やっぱり愛着があるメンバーがいてさ、移行できない人もやっぱいてさ、建築とか、まあ人工島の島自体の装飾とかさ、今あるものが全部なくなってしまうことが嫌だから、残りたいっていう人も正直いてさ、多分ね、半分ぐらい気づかれるよね。で、その状態でまた、全く同じことを繰り返していくんだったら、多分同じ結果になるんだよ。スタートは還元してる分とさ、その使った分が最初に、我々100%返ってくるから、まあ、効率よくできるかもしれんけど、結局その後は、まあ、課金をするのか、このまま様子見て、課金せずにあるもので進めていくかっていう選択肢が出てきて、さあどうするっていうとこなんだよね。難しいな、このゲーム。まあ、あとは数日したら出るでしょう、情報も。出なかったらまずい。だって3月、だって日付変わってさ、20日じゃん。で、31日まであるとしてさ、もう6日って言ったら、この2週間のうちさ、いきなり始まりますよは多分ないと思うから、事前に何かしら流してくれないとさ、また
このタイミングなかったら、あれこれ、グローバルサーバーもないんじゃねっていう不安を煽るだけなんだよな。なんかめっちゃめっちゃ話してたら、いろいろこうみんな、あれだな、チャレダンとか言ってるしいっぱいいたのね。全然見てなかったチャット。ああ、どうなんのかな。残ってくれる人がいるうちに早く情報をくださいとお願いしたい。あと、ハロウィンのバイク戻してほしい。俺唯一のお気に入りのバイクがハロウィンのバイクだから。まあそんな感じかね。今日インしてた人はみんなやること終わったんかな。まあとりあえず3月になったらグローバルサーバーでみんな移動する方は移動して、ファンダもね、また一から、まあ配信なり動画なりで、ちょっとね、日本サーバーではね、ある程度終わって、やり尽くした後に、公認実況者になってたから、もう終わって何もね、投稿できなかったんだけどね、今回一からやるんだったら配信なり、動画なりで残せるから、今度はね、何かしら形に残しながら行きたいなと思います。はい。あとは、パンダ自身もね、ちょっと、アサリバ以外にね、ちょっと個人的にいろいろと活動を始めたいことがあって今準備してるんだけど、間に合えば3月1日から、間に合わなかったら4月1日からね、いろいろと始めることもありますので、まあそのあたりもお楽しみにしていただけたら嬉しいです。ということで、そんなこんなで本日の配信はこの辺でね、終わりたいと思います。ちょうど2時間も回ったんでね。次は情報が解禁された後、もしくはグローバルサーバー移行する時にでもね、また配信をさせていただけたらと思います。おつです。ありがとう。最後までご視聴いただきありがとうございました。まあ、アースリバイバルグローバルサーバーでもよろしくお願いします。どうもおつパンパンありがとう。それでは皆さん、おつパンダでした。またねー。バイバーイ。